2024年3月5日より新たにドラクエウォークも始めて、ダイエット企画も一緒に始めることにしました。あくまでも自分で決めた設定での行いですので、人それぞれ結果は変わるかと思います。どのようなことを自分は実行したのか、ダイエットを始める前の少しの糧になれば幸いです。それでは内容の方へ参りましょう。ドラクエウォークプラスダイエットというのは、谷田さんも絡んでいるので考えられる内容でした。しかし、ただダイエットをするのではと動画的に思ったので、まずは自分の限界体重はどこまでいけるのか、そこからダイエットすれば動画的にはいいんじゃないかと思い、ドラクエウォークを新たに始める前に自分の中で挑戦して限界だったのが120キロまででした。しかしその体重120キロもなかなか届かなく、そう簡単に行くものではないこともやってみて痛感しました。もともと70キロから75キロぐらいを行ったり来たりしていた体重でして、だいたい2年間ぐらいを使い時間がかかりましたが、120キロを到達した時点でドラクエウォークも新たに始めて、ダイエットも開始した感じです。やはり120キロというのはかなり体が重く、動くのもすごくめんどくさく感じてしまいました。体調が悪い感じだったりと、状態はものすごく悪い状態でした。そして無事に120キロから70キロまで体重を持っていくことに成功したという感じとなります。体重の方は動画で記録しているので、その風景を見ていただいているかと思います。また同じ120キロの人が自分よりもお腹が出ていたり、逆に100キロの人が自分よりもお腹が出ていたり、やはり人によってまちまちなのだと思いました。もともと胸板が厚かったり、割と筋肉量が昔から多いなと思っていたこともあったので、その辺で体重が重いのかなというところもありました。改めて自分の体のことを認識した感じとなります。結局のところ急激に痩せるというのは体にも負担があり、また痩せてもリバウンドしては意味がないのかなと思いましたので、継続していけるようにまずは目的を設定して目標を立て行動していきました。自分の場合はドラクエウォークを使用しながら体にあまり負担にならないようにゲーム攻略やダイエット企画を進めていきました。またこの企画が終わった後も日常に取り入れられるやり方は何であろうか、このような感じで考えながら理想を思い描いていくと継続できると思いました。ではそのためにどのような目標を設定したのか、これはドラゴンボールの亀川流を使用していきました。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べ、よく休む、動学有食休、これをもとに主に目標を立てていきました。よく動きに関してはドラクエウォークを攻略する上では歩かなければならないので必然的に動く行動になります。よく学び、ゲーム攻略をする上でシステムをある程度理解していかなければ面白さに欠けるわけなので、システムをある程度理解していく。よく遊び、遊びだからといって真剣に遊ばないというのは非常にもったいないので、自分の体や時間の状況を考え無理のない範囲で真剣によく遊ぶ。よく食べ、全く食べないというのは体や身体にも良くなく、悟空のように食べるわけではありませんが、バランスの取れた食事をなるべく決めて継続して食べるという感じです。よく休む、体や身体を痛めつけるだけでは意味がなく、しっかり体を休めたり、日々の決めた食事を休み、好きなものを取り入れたりすることも非常に重要なのではないかなと思いました。3日がっつりやって2日休むなど、このような感じで目標を立てて目的を達成させるために習慣化させていきました。最初に決めておけばある程度間違っていたとしても修正して戻せばいいと思うので、多少は楽になるかと思います。ダイエットするにあたってジムへ行って筋トレとかプロテインがとかを見かけたのですが、持続してやるということを決めていたので、おそらく自分には続かないんじゃないかなということで、この時点で思いました。お金がかかって太ったわけなので、痩せるにもお金がかかるのはちょっとなと感じてしまいました。ここに関しては人によって用途が違ってくるので、自分の場合はちょっと合わないのかなというふうに思った感じとなります。そこで様々なことを考えた結果、自分で続けていける感じで進めていきました。食事に関してはこのような感じです。だいたい120キロから100キロまでの流れですね。これエネルギー消費のために炭水化物があった方がいいと思いましたので、少なめのご飯などを取り入れていきました。タンパク質を摂るための納豆や食物繊維を取り入れることにより、キャベツなどのね、カット野菜などを取り入れたという感じです。ご飯に関しては少しでも食べたいというところがあるので、美味しいお米を食して満足して堪能するという感じです。
また毎回炊くのも大変な時もあるので、パックご飯なども採用して食するのもありかと思います。個人的に食べて美味しかったのは南魚沼さんっていうのがあるんですけども、南魚沼コシヒカリ、パックご飯でちょっとあるんですけれども、これが癖なく、美味しくいただけました。カレーなどとね、食べてもいいかと思われます。100キロから80キロ。ここはですね、蒸し大豆という、お手軽なものが売ってるんですけれども、それを主食として卵焼きだったり野菜などと一緒に食べていきました。蒸し大豆は100円ぐらいで、お手頃ですので、非常に安く済んだのかなと。おつまみというかね、ちょっと軽く間食で食べるのもありかと思われます。で、80キロから70キロぐらいですね。で、ここは100キロの時にも飲んでいたんですけれども、レモンのやつがちょっと野菜ジュース売っておりまして、砂糖が入っていなく、糖質の方がオフのものもありましたので、野菜ジュースを取り入れるっていう感じにもしました。で、その後はですね、粉末タイプのものがありまして、これはレモンのとかは入ってないんですけれども、普通の野菜ジュースの粉末のやつをですね、水で溶いて、飲んだりという形に変更していたと。またスーパー麺というグルテンフリーのダイエット麺というのがあるんですけれども、麺が食べたくなった時にはこちらを用いるのもありかと思われます。パスタやね、ラーメンなど、こういうのを食べたい時にね、いいのではないかなと思います。食感はちょっと弾力があるので、好みは分かれるかと思われます。そのあたりはね、人によって変わるかと思われます。で、糸こんにゃくがある、白滝ですね。麺代わりになりまして、塩で野菜と焼くことにより、塩焼きそば的な感じでね、卵焼きを乗せて、食べるとかね、そういう形にもしておりました。最近はですね、焼き芋にハマっておりまして、間食とかおやつに焼き芋を食べるっていう感じで、食物繊維を取っていくって形ですね。で、他の間食としては、果物、果物ですね。ナッツとか、こういうものを食べていきました。果物はリンゴとかキウイ、バナナ、オレンジ。で、ナッツはですね、無塩のアーモンド、くるみ、カシュナッツなどなど、こういうあたりをですね、食事の間に食べたいなという時に食していたという形となります。これらのうちの一食をですね、違う食事に変えるという時もありました。これはですね、たまによく休むというところですね。ここに該当するんですけれども、たまにはやっぱ違うものも食べたいよねっていう時があります。この食事のルーティンを一旦休んで、たまに唐揚げだったりとか、メンチカツとか、違うものをですね、食べていくっていうね、ルーティンを休むというのも必要かと思います。我慢しすぎると、気づかないだけでストレスになっているってことがあるということで、そういうのをですね、取り入れることによって継続してやっていくための攻略の一つではないかなと思われます。ダイエットするにあたっての行動に関してなんですけれども、自分の中で、この企画の終了後でも、継続してね、その生活の中に馴染ませていくっていう必要があるなと思っていたので、ドラッグウォークと食事管理、これを選択しました。で、またですね、身長が174センチぐらいなんですけれども、実際のところですね、70キロではなく64キロぐらいが平均体重らしいんですよね。そのためですね、今後も継続してやっていく形でね、このあたりをちょっと、64とか63、5とかね、この辺をね、上下できればいいぐらいの体重に持っていければなというふうに思っております。で、アニメのお話になってしまうんですが、ドラゴンボール Z のセル編があるんですけれども、孫悟空と孫悟飯、この親子はですね、私生活の中で常にスーパーサイヤ人の状態を無意識になっておける状態にするというのがあります。これを真似するようにってわけではないんですけども、ウォーキングと食事管理というものを私生活の中でも自然に取り入れる状態を作ることにより、企画終了後もですね、継続してやっていけるのではないかなという考えになりました。基本的にですね、過度な筋トレって個人的に長続きしないっていうのが、というかできないっていうのが自分で分かっていたので、過度な筋トレはしていません。軽くね、腹筋だったり背筋とか、ストレッチぐらいはやりますけれども、ほんと過度ななんか10キロのやつを持ってとかは、そういうはしてませんね。とはいえですね、亀川流にちなんでやるっていうのもあったんで、やはり重い亀の甲羅っていうのはやりたくなるわけですよね。修行ですよね。昔にちょっとね、代替でやったことがあったので、今回に関してはリュックを持つっていうことで、大量のペットボトルを積んでですね、だいたい24キロぐらいのものをですね、ペットボトルで積んで、大体の甲羅を作成して、それを背負って歩くというのは、やったことがあります。自分から楽しみでやるっていうことは、結構重要な部分かなと。これやってみたいな、あれやってみたいなという、好奇心みたいなね、このワクワクでやると違うのかなと思います。基本的には食事管理をして、ドラクエウォークでの有酸素運動と、軽いストレッチ、筋トレですね。腹筋、背筋とか、そういう軽い程度のものをですね、やっていくという行動内容となります。
大きくですね、変化するってことって非常に大変なことなんですけれども、それは継続できるからこそ、できることなのかなと。無理なくですね、自分の負担にならず、継続できることが、重要だと思っております。2024年からちょっと始めたんですけど、2年間ぐらいで、到達できたということで、継続は力なりということでね、3日特訓したら休むなど、ドラクエとかで、ドラゴンボール、アニメとかゲームなど、出てきた内容って結構いろいろあると思うんですよ。そういうところってやっぱ学べること、現実世界で使っていけるなっていうのって結構あると思うんですよ。そのやっぱ背景って、人がね、やっぱ作成してると思われますので、そういうねところから吸収していくっていうのは大事なのかなと。あと、ハンターハンターのオープニング曲とかでは、孤独でも一人じゃないさとかね、やり続けることに必ず意味があるとか、結構ぐさってくるものとかってあると思うんですよね。始まりはいつでも遅くない。何度でも立ち上がれ。ぜひ皆さんもですね、こういうところをですね、自分に踏襲してやるっていうのも結構大事なんじゃないかなと。1日24時間しかないので、そういうのをですね、他の方が経験したこととかね、自分ができることって限られてるじゃないですか、1日にできることって。そういうものをですね、他の方がやったこととかを、実施してきたこととかをですね、自分の中に踏襲できれば、ある程度、その1日24時間という制限だったり、そういうものはね、もうちょっと軽減できるんじゃないかなと。48時間とは言いませんけれども、自分の中でね、いろいろ身につけられるものはあるんじゃないかなというふうに思っております。ということで最後にですね、3月の5日から始めたドラクエウォークのアカウント状況を軽く見て終わろうかと思います。はい、というわけでまずこちらですね、冒険の開始日が2024年3月5日っていうのと、今まで歩いた歩数が475万歩っていうことで、大体こんな感じですね。はい、続いてはレベルの方なんですけども、4人とも基本職上級職は50レベル70レベルという形で、1人目のですね、こちらは大神官が85、魔剣士76、魔人が70レベルって形で、大魔導士があと82ですね。で、メインの、自分はですね、ゴッドハンド、大神官忍者、守り人、で、時渡りの剣士という形です。で、3人目の子ですね、これは大体物理で攻めていく感じで、大魔導士、忍者60、70と、剣士88でもうちょっとで頑張って、もうちょっとが長いんですけども、90まであと2レベルだよと。で、天地雷鳴士という形です。で、ドラゴンが70ですね。で、最後、このカードはだいたい時渡りの剣士で使う形なんですけれども、ゴッドハンド、剣士、守り人、あと守り人もありますかね。で、魔人と時渡りの剣士という形となります。現在ですね、ウルノーガとか、使ってってやるパーティーはこういう守りでやって、剣士とか大魔導士で攻撃していく。あとはクロノスソードで一撃で倒していくみたいな感じのパーティーが、主なパーティー内容ですね。あと100式錬金でレベル上げするパーティーで、組んでやっていくっていう形でやっております。大体ボスはですね、全体的に倒せてる感じなので、いいのかなと。でですね、一応、無課金で、現在も遊べておりまして、そのポイントでね、使えるものだけを獲得していくっていう形でやってるからこそっていうところもあるんですけれども、で装備の方はですね、こんな感じですね。常しえの杖クロノスソードとかロトの龍剣とか、あと神くらいの体験とか、この辺りを持ってるってことで、あと補助ですよね。ケキちゃんだったりとかラーミアのムチ、この辺りも持ってるので、ボス戦も結構戦っていけるっていう形となります。あとはそれぞれね、出てるものもあるので、今んとこは戦えてますね。ウルノーガもなんとか、戦っていけるっていうことでね、一人だとちょっときついんですけど、みんなで戦っていけば、なんとか勝てるかなっていう形ですね。ロトの聖なる盾とかも、4つ欲しかったんですけど、3つゲットできたんで、ここはここで、非常に良かったかなと。で、あと防具っていう形ですね。はい。で、心の方はですね、ウルノーガが、S 作れたので、とりあえず1個入手しとけば、とりあえずいいのかなって形でね、やってますよと。S の方もなかなかね、入手するの大変だったりするんですけども、現在939みたいですね。ある程度その取るものは取ってるよと、取れなかったものとかもちょっとあったりするんですけれども、必要なものはある程度取っていけてはいるのかなと。めったに枠とかがね、やっぱりなかなかちょっと入手ができなかったりするので、その辺はね、随時入手していければいいのかなって形ですね。で、あとは真珠もちょっとプラスのやつがね、
まだあんま作れてないんですけど、4つしかないんでね、このあたりも少しずつ、作っていければいいのかなって形となります。なのでね、今後もですね、課金するときは多分、今んとこなさそうですね。15万ジェムあるので、2回天井引いてもいけるって感じなので、とりあえずね、その自分の、これは必ず入手しときてってやつが、来ない限りはね、貯めていく感じになるのかなっていうふうに思います。以上がですね、だいたい1年間じゃねえや、だいたい2年間ぐらいプレイして、ドラクエウォークのね、データの状況となります。はい。というわけでここまでね、今までの流れを見ていただきました。人によってね、それぞれやれることっていうのは変わってくると思いますので、できる範囲から少しずつ、一歩をね、進めていければいいんじゃないかなと思います。人生ね、様々なことあると思いますが、どうせならね、せっかくこのように生を受けたんだったら、人生をね、面白おかしく楽しみ、謳歌していければいいんじゃないかなというふうに思っております。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次回のドラクエ動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。またね。バイバイ。